こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りしております。今回は2024年、令和6年度に新しく作られた助成金をご紹介をしたいと思います。これはですね、育児・介護との両立のためのテレワーク導入促進助成金というものになります。内容は名前の通りではありますけれど、テレワーク環境を整備して、育児・介護でも安心して働ける労働環境の整備をお手伝いをする助成金という形になります。なぜこのような助成金が新しく作られたかといいますと、雇用保険法の改正が一つのきっかけになっております。テレワークがですね、もう努力義務化される、場合によっては、会社によっては導入せざるを得ない、実質義務になるといったような雇用保険の改正が控えておりますので、その法改正に間に合うように、今のうちからテレワーク環境を整備をしていくための助成金という形になります。今回の概要ですけれど、まずは雇用保険、育児・介護休業法の改正について見ていきたいと思います。この育児・介護休業法の改正によって、テレワークの実施が努力義務化をされるという形になります。そして、この努力義務化を受けて、そこに間に合わせるために、育児・介護との両立のためのテレワーク導入促進助成金の活用という形で、今回の助成金紹介をします。そして最後に注意点とまとめという形になります。まずはですね、育児・介護休業法の改正内容について、ポイントをご紹介をしていきたいと思います。育児・介護休業法の改正内容、いくつかありますけれど、今回特に関係のある部分だけを抜粋してご紹介という形になります。まずは1つ目ですけれど、柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になるという状況で、こちら、施行日自体はまだ決まっていないんですけれど、内容としては3歳以上、小学校就学前の子どもを養育する労働者の方に対する柔軟な働き方の措置を義務付けるものになってきます。いくつか柔軟な働き方としてはピックアップされていて、始業時刻の変更ですとか、新たな休暇の付与ですとか、保育施設の設置運営、短時間勤務制度の導入というのはありますけれど、その中の一つにテレワークの実施ということで、月10日の義務化というところで、場合によって他の措置が取れない場合はテレワークをせざるを得ない実質義務になるというケース、全部で2つ以上を選択する必要がありますので、他が選べない場合はテレワークをせざるを得ないという状況。そしてもう一つが、育児のためのテレワークの導入が努力義務化という形で、義務ではないですけれど努力義務。当然ですね、努力義務となった場合は、その数年後の法改正では、ほぼ間違いなく義務化をされるという形になりますので、今から準備をしておいた方が良いと思います。施行日に関しましては、2025年、令和7年4月1日からという形で、3歳に今度は満たない子どもを養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講じるという形になります。従いまして、2025年4月1日以降、3歳に満たない子どもを養育している会社に関しては、義務ではありませんけれど、テレワークが実施できるようにできる限り努めてほしいという形になります。育児介護休業法で見えている部分の改正はこのような形になりますけれど、その他でいきますと、所定外労働の制限ですね、残業免除対象の拡大ですとか、この看護休暇の見直しなどもありますので、育児介護休業法の改正は今後もまだまだあるという状況になっております。そして今回ご紹介をする育児介護との両立のためのテレワーク導入促進助成金ですけれど、こちらはですね、取り組みの内容は2つになります。テレワークに関する規定の整備、そして
テレワーク機器の整備という、設備導入ですね。規定と設備導入をセットで行うという形になっております。そして助成額につきましては、規定の整備に関しては、定額の支給で20万円。そして機器の導入助成に関しましては、会社の従業員規模によるんですけれど、30万円から80万円。助成率は2人から29人以下の会社で3分の2と。そして、それ以外の会社では2分の1といった形での助成がされるという形になっております。そして、この助成金申請ができる申請対象企業ですけれど、まずは、東京の都内で事業を営んでいる中小企業等で、常時雇用する労働者数が300人以下の会社になります。そしてですね、労働者につきましては、2人以上の雇用が必要で、そのうち1人に関しては雇用保険加入で6ヶ月以上継続しているという条件があります。そして3つ目、今回テレワークの導入での就業規則規定の作成になりますので、そもそもテレワークに関する規定がないことという前提があります。また、10人以上の会社においてテレワークの規定がなく、その他の就業規則がある場合は、労働基準監督署へ届け出をしているといったことが必要になってきます。そして、もちろんですけれど、賃金関係、最低賃金ですとか、時間外労働の割増賃金、そういったところの労働関係法令を遵守をしていることというところがあります。そして、5番目として、テレワーク東京ルールへの登録ですね、テレワーク推進リーダーの設置というのが求められておりますけれど、こちらは申請時点では必ずしも登録は必要はなく、実績申請の時までに、こちらのテレワーク東京ルールへの登録とテレワーク推進リーダーの設置をしていただければと思います。では、具体的に取り組み内容について見ていきますけれど、まずはテレワークに関する規定の整備の部分に関して言えば、申請をして支給決定を受けた後はですね、研修を受けていただくという形で、あまり東京都ではないパターンではあったんですが、支給決定後、研修受講が必須になっております。時間としては3時間ほどで、オンデマンドの配信になります。内容としては、多様な働き方の推進に向けてという項目と、もう一つが、育児介護中の従業員へテレワーク導入をする際の注意点、ポイントについての研修動画、こちらを見ていただく。そしてその上でテレワーク規定を整備をしていただく。この際ですね、テレワーク規定を作る際、必須の4項目というのが明記されておりますので、この4項目を盛り込んだ上で規定を作っていただく。そして、従業員の規模にかかわらず作成をしたものに関しては、労働基準監督署届け出が必要という形になりますので、10人未満の会社であっても、労働基準監督署への届け出が必要になりますので、注意が必要です。そして、その後にテレワーク機器の整備ということで、こちらですね、パソコンも購入対象となります。消耗品の中に例としてパソコンというのが書いておりますが、ただし金額としては税込みで10万円未満という形になりますので注意が必要です。そしてパソコンといってもですね、中古品は不可というふうになりますので注意が必要です。あとですね、追加で、先ほどのテレワーク規定4項目と言いましたけれど、どういった項目を入れなければいけないのかと言いますと、例えば労働時間の管理体制だとか、情報通信機器の管理の方法ですとか、情報の取り扱い、そして費用負担、そういったところを盛り込んでテレワーク規定を作っていただくという形になります。そして最後に注意点とまとめになりますけれど、規定の整備と機器の導入、整備になりますけれど、どちらか一方のみでは申請はできません。2つで1つのセットという形になるので注意が必要です。そして、過去、東京都が行っているテレワーク関係の助成金を受給をしている場合は、今回の助成金申請できないという形になりますので、かなり東京都テレワーク関係の助成金、今までやっておりますので、自社が該当するかどうかというのを確認をしてほしいと思います。そして申請期限は2025年、令和7年の2月28日までとなっております。
この助成金活用する上でですね、テレワーク機器の導入、整備というのがありますけれど、こちら、購入対象となる労働者については、3歳未満の子どもの育児を行っている労働者、もしくは介護を行う労働者が対象となります。ただしですね、現在行っていなくても、今後、その可能性のある労働者も選定可能となっておりますので、必ずしも今、その対象労働者がいなくても、今後予想がされる場合にはですね、この助成金を使ってテレワーク環境の方を事前に整備をしてもらえればと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。